こんばんは、かかげでございます。行きましょう。まずすっごい違和感があるのが、この彼の表情が、どっち向いてんのかわからへん。で、なんでそれが中途半端なのかっていうと、こっちの白目が正面向きになってるから。片目隠したらどっち向いてそう。これやったら、右側見てるような感じがするやろ？だけど、こっちやったら、こっち向いてるように見えるやろ？これだ、しっかり見てるやろ？こういうところやと。次によ。この口は何なんだって話や。この彼に対してどういう感情を持ってるのか。真剣に話してる時に口とんがらせるかって話になるわけだ。口をとんがらせるって若干感情がこもっちゃうのよ。眉毛とかの角度もね。これの角度やったらかなり怒ってるっていうレベルの角度になってるから、ほぼまっすぐぐらいの方がちょうどいいと。まあ、それをやったらもうちょっと伸ばせたんじゃないかなと思うけどね。次、ナッチ。勢いがないな。俯瞰としてできてるけども、これぐらい全然描いてもいい。というより、この状態だったりすると、頭身と体つきと腕とかがっていうのが一緒なのよ。それだから面白みがないのよ。体より顔が手前にあるっていうのは、顔がすごく近い距離にありますよっていうことを言ってるわけ。ドラゴンボールの武空術だと思ってください。同じポーズやけど、どっちの方が迫力あるよ。下の方が迫力あるやろ？これでスピード線をつけたところでさ、全然飛んでいってるような感じがせえへんやん。こう、スピード線つけた方が、やっぱ迫力は出るよね。いまいち迫力がないのはこういうこと。おむつっていいの。せっかく、これね、耳とか書いてるんだけど、正直言って分かりづらい。プリクラで撮ってるんですよっていうのを強調したいんだったら、もうちょっと遊び心加えてもいいかな。今全部、同系色でまとめられてるやん。色合いの付け方とかも、大して変わってないのよ。こうやって、急になんか、超デジタル感みたいなことを出すとすごく目立つのね。もっとでかくてもいいぐらいなのよ。まあ誰かが覗いてるとかでもええけどね。例えば、1枚目はこれで投稿しました。2枚目は真実の手で覗くとってなると、もう2人がバチバチになんかめっちゃ切れ合ってるとかね、できるわけよ。だからそういうのがストーリーになるわけ。だからこれだったらちょっとね、安直。これみたいな構図、いくらでも見たことあるやろ。ありきたりっていうので終わっちゃってんねん。こういうのを書いたとしても、ザ・ありきたりだけど、そのありきたりの中で自分たちのエッセンスを加えなきゃいけないよ。顔より前ね。顔っていうのは、確かに二次元のキャラっていうのは二次元で平べったく思うかもしらへんけど、こういう風に球体になってるわけやん、こうやってね。だから、単純に平面っぽく描くんじゃなくて、顔をちゃんと丸く考えて、膨らんでるようなラインでね、描いてあげると、さらに顔がね、こっちに寄ってきてるようなね、イメージになるよっていうお話。今後はそういうこともやっていきましょうね。今回はこれは合格でいいでしょう。ガリ。サムネが悪いな。切らなくていいとこ切ってるな。この辺りで切ってたってことでしょ？なんで良くないかって言ったらすごい窮屈じゃない？あと縦長構図っていうのは、上から下まで気持ちよく見せなきゃいけないの。こう見えてる方が全然気持ちいいでしょ？で、それでもうちょい大きくしたかったら、ほんとちょっと切るだけでいいぐらいなのよ。足元ぐらいは見せておく。硬いは合格でいいでしょう。ゆえ、ご注文はござるソーダ。ソーダがあんまり見えへんな。タイトル見てようやく理解するかなっていうところだな。もっと引きで見せるか、ソーダの中でござるが入ってるかとかの方が良かったかな。まあ、これぐらい引いといた方が良かったな。この一部だけやったらパフェって判断できひんだよ。で、後ろ側にこう足が出てるみたいな感じとかの方が多分可愛かったかな。相手に物を伝えようと思ったら、シルエットの印象が絶対いいんだよ。この状態だったらそれが伝わりにくくて、なんのこっちゃかなっていう風な感じがするかな。次、蒸しパン。ブサイクやな。単純に。シワだらけになってるから、これはいらない。例えばやけど、このトイのな、イラストとかも、蒸しパンがやってたことっていうのは、この花とかを完全にリアルな花にしようとしてるわけよ。変に見えるから、だからあえて消してんねん。で、美しく感じさせてるわけよ。そもそも、アイマスっていうのはもう、デフォルメにデフォルメを重ねてるわけやから。余計なことをしない。誰が求めてんのかって言ってんねん。次。これはね、バントになってんな。なんでかっていうと、これ、伸ばせてないのよ。バットって、全力でスイングしてるんだったら、両手伸びるのよ。こっちに入ってなきゃいけない。内側に、腕が。で、こう伸びる。完全に曲げてもうてるから、まず、肘、奥側に行って手前に持ってきてるから、どうしても曲がっちゃってんのよ。振ったら、ここの腕が平行になるはずね。こういう感じやろ。この手が一個ずれる。多分こんな感じやと思うな。ピースもね、手のひら側の方が良かったかなって感じかな。こっちに気づいて、ポケットに突っ込んでる時に、ふと目があって、奥側の手でチャッ
っていう感じ。俺はクズハン。私の俺はクズハンって感じで、こう言ってるはずなんね。次、足し目。同じタッチで処理しすぎなんでも。例えばやけど、さっきのキャラクターとか、こうやって入れた後に違和感がないようなタッチとかで書いとかんなあかんねよ。本物見たかっていう感じがするわけ。これがおすすめするんだったらプリコネの背景を調べてきてみ。プリコネの背景はすごくいい感じ。小人。空は良いが、このあからさまにツールを使いましたっていうのはね、良くない。コピペだなって思わせちゃいけないのよ。一部コピペにするけど、その後にごまかすようなことをしなきゃいけない。手書きの文とか加えたりとかね。これをそれだけで放置してるから、パターンができんねんってどうしても。この一部の部分とかを切り取って、あえてこう大きさとかをこう変えとくわけよ。草がさ、こんな風に生えてきてたらおかしい。コピペをするってことはこういうことになったりするってことやね。まあ、雲はよく描けてるわ。まあ、合格でいいでしょう。ズーム。タイトルが悪い気がさ、読みすぎっていうのも、それがちょっと伝わらへんねやろな。例えばやけど、もうちょっとわかりやすいように、トーナメント戦みたいな表があって、サクちゃんだけ、もう負けまくってるみたいなんとかをね、半べそ書いても、負けたくねえみたいな、ぐらいの顔とかにしてる方がわかりやすかったんじゃないかなと思うけどね。タイトルに対しての絵作りがちょっと違うなっていうところがするな。次、先りの場合やったりすぎると、これとこれとこれが、せめぎ合ってんねん。顔がメインなんだから、まず顔をね、ど真ん中に置いといた方がいいのよ。見せたいものは基本的にはど真ん中に持ってくる。これで顔が見えにくいやろ。さっきまでの状態はどれ見たいねんって感じ。一番見せたいものを真ん中に持ってくる。レモンケーキとカフェラテ。カフェラテのこのあたりのグラデーションがよく描けてますね。いいでしょう。オッケー、合格。トライバー行きやね。まあ次。見てもらえる確率が上がるかなとタグ付けしていました。タグは宣伝に見えるとおっしゃっていましたが、私もやめた方がもっと伸びるでしょうか？タグの話やけど、別に1個ぐらいだったら構わへんねん。これがな、こんなんなって、原神、イーファー、掲げとかね、なんかこんなんつけていってたりすると、もう邪魔なのよ、これって。そういうのって別にさ、みんな思わへんかって話よ。俺に聞くまでもなくないかって。タグ並んでるやつ見て、いいなって思ったやつあるかっていう話よ。そんなタグばっかついてるやつ、どう思うみたいな。普段あまり SNS を見ません。SNS 見ろよ。今 SNS で勝負しようとしてるのに SNS を見ないってわけがわからへんのよ。それでどうやって勝っていこうとすんの？なんでまず戦う場所を調べようとしないんだって話。まあこのイラストはここまで話してみるとちょっとわかりづらくなってるよな。ここも台無しにしないようにカラーサークル見てもらったらわかると思うけど青いのばっかりになってるよな。だからこういったところを少し目立たそうと思ったら今は青色の影ばっか使ってるけどそうじゃなくてこの逆色のあたりの色を使う。だいたい同じところの暗さで撮ってるはずやけど全然くっきり見えるようになってるよ。これが色温度っていうやつやね。まあ今これやったら明るすぎるからこれで少し薄めるぐらいにやっとけば背中のラインがさっきより見えるようになったやろ。真っ黒みたいなイラストでも全然のっぺりしてないイラストレーターさんとかは同じ黒でも正反対の色属性のものを使うことによってシルエットをねずさないようにしてるからこういうのを使っていきましょう。まあでも合格おめでとう。はい次。ナイトプールの割にはなんかあんまり光ってないな。夜っていうのは基本的にもう真っ暗のね月だけの明かりを頼りにしてるだったりだとか星の光だけでとか、ね、真っ暗に沈んだ中でその光だけが頼りなんだよっていう感じで書いてほしいんだよな。ニュアンスが難しいかな。ちょっとした月明かりの下でとか火とかで炙られてるとかだったりするとこんな感じとかいう風でちょっと書いてほしいな。ナイトプールだからな。ほな次。ここにいるよ。これは良くないな。すごい無理やりすぎる。とりあえずここに立たした人に手をつけて急にこれがついたって感じ。これとこれがなんか連動してないね。これだけ範囲があって手の部分ってこんだけしかないのよ。これがメインと言えるかい？このパッと見た時に手に目いくかって話。これとかをさ、もうドーンとこうでかくした方がさイラスト全体見るようになったけどこのじゃあちょっとまだダメだな。よし次来る。ちょっと全体的に線画が細いな。太もものところ見てもらったらわかるけど、あからさまにこっちの方が存在感あるやろ？こことここ。線画だけ太さ見直そうか。まあわかりやすいのはこの肌の線画と髪の毛の線画のあたりやな。
細いのばっかりになってるから、シルエットが分かりづらくなってんのよ。今なんか後ろにこういうふわふわってしたものがあったとしても、この髪の毛がしっかり捉えれてるのは、この線画の太さあってのことやからね。線画の太さが真似れてないっていうのはなかなか良くない。だからそこだけちょっとやり直そうか。あと、みんなに抜けてんのは、俺の考えは浮かばないのかと。これは出しませんよと。次、ロビ。まず、タイトルを見るよな。このタイトルを見たときに、みんなってどんなイラストを期待する？別のキャラクターでも全然いいよ。推しがこんなやつであってバズってそうなイラストっていうのをパッと想像してみんや。これ思いつくって話。ってなるよな。つまりはそういうことよ。キャラクターが猫耳とかなんかつけたりして、このタイトルを見て、みんなが予想してるのはニャーンってやってる。こういう絵になるわけよ。数字を取るって言うんだったら、どれだけ相手が期待するようなものを描くっていうところじゃない。タイトルのイメージとイラストのイメージはかけ離れてるっていう話ね。鳥吉なんだこれは。みんなね、爪を描くときなんやけどな。人差し指、結構とんがらせるタイプの人いるやんか。これね、俺も最近ね、分かってんけど、ちょろっと出てる、すごく長いタイプで描く人差し指って、丸ごとデフォルメしてるタイプだと思った方がいい。なんでかっていうと、もう先尖ってんのに、これをやると、指が、こんな人に見えるからだ。シルエットとして、指先をピーンってこう、とんがらせてるタイプっていうのは、爪を丸ごとシルエットとして捉えたタイプだと思った方がいい。これにこうつける感じやん？やるんだとしても。で、このあたりが薄っぺらく感じるのは、ここから奥に入っていってないからだ。ここに肉が入って、こう重なる感じ。で、出てきて、後ろ側に、まあ見える人やったら骨見えたりするんよ。ここに厚みをつけないと、ここに。鳥吉の場合、この関節を後付けしすぎ。この後付けじゃないんだ。1番、2番、3番って言って感じで、こうやって刺していく感じ。これと、これやったら、しっかり指どっちが出てるって。こっちが出てるやろバチッと。指とか手を描くときは、まず一番出っ張ってるところから描く。この指かって、ここ描きがちやけど、一番出っ張ってんのどこってなったら、こっちをまず描く。綺麗なピースになったやろこれ。まず一番出てるとこを描く。じゃあ、次はどっちかって親指を描く。次は、で、これにつなげる。これ手綺麗やろ？次も腕もこうやってつなげていく。こっから生えてきてますよっていうのを決めといて、腕もこう描いて、手首につながってる線で描いて、で、次に肩は三角筋のところを巡って描いて、つなげるわけだ。綺麗に描ける。そのあたりかな。手をもっと綺麗に描けるようになりましょうやな。次、リン。煽りになってると目がちっちゃくなってる。どんな角度で描いたところで、この顔の状態と似たような雰囲気を持たせなきゃいけないのよ。じゃあこれパッと見た時に、どうしてもちっちゃくなってもうてるよね。比率が変わってもうてるってことなのよ。どんな状態でも、顔って認識している部分の、この割合は確保しておかなきゃいけないわけ。これ顔っていう風に認識してるんだ。これぐらい目の大きさないといけないのよ。こっちも一緒。これぐらいの割合で目の大きさを描かなきゃいけないの。このあたりを認識して描き直そうか。調べない子は本当に合格できないよ。まずこの子ってシュッとした顔してるよねとか。じゃあ自分の絵見てこれってシュッとしてるかなとか。顎出てないかなって思わへんかって話よ。シュッとさせいシュッと。あくまでこの子を描いてるんだから、この子に見えるように描かなきゃいけない。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。かかげさんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。